こんにちは、イグです。今日は購入品紹介と手帳タイムサクッとやっていきたいと思います。雑談交えながら手帳タイムはやっていきます。どうぞお耳を貸してください。はい、ということで今回は購入品紹介がちょっとだけあります。行ったお店は無印良品とセリアさんです。まず無印良品でコメントでね教えてもらったお水で溶いて飲むドリンクの粉を買ってきました。なんだっけなんだっけキウイのなんとかとキウイの味とライチの味を買ってきまして、文房具もちょっとだけ買ってきました。今私めっちゃ喋りにくそうにしてたらすいません。また右耳の時間が耳のね時間がちょっとおかしくて自分の声が大きく聞こえるです。これねストレス溜まるとすぐなるんだけど今ねストレス溜まってるんですよまず購入品紹介いきます。こちら、無印良品フリースケジュール付箋紙、これシールになってるのって結構見るけど付箋だと思って買ってきました。何に使おうかって思ってるかというとね、じゃん、スニーカーです。最近ちゃんと夜にスニーカーを描く時間を設けて撮影してそれをつなげたものを週に1回もう一回ね、昔やってたんですけどつなげたものにアフレコしてその週を振り返るみたいな動画をもう一回やってみようっていうことでやってるんですけど、このスニーカーの、マンスリーのところね、昔は予定を書いてたんだけどもう予定管理はこのバイブルちゃんでやってるからそれをね予定を何個にもする気はなくって、じゃあシールいっぱいあるしシール日記好きだからシールでログとして日記をつけていこうと思ったんですよ。でも予定がね全くなくなるとこっちのタスクを書くときに書き忘れてしまうことがあるので、ここに簡単に予定を書いたものをこう付箋だったら移動できるんでちょっと移動しながらここのタスクを忘れないようにやっていこうかなと思って買ってみました。いくらだっけ、100円だっけ、これ13枚1年1ヶ月分ついてるんですけど確かね100円だった気がする。これをちょっとね試してみます。別に動画内でどうこうっていう話ではないんだけどね、タスクを書くときに予定を忘れないようにするためで、今ね頭をこう心臓より下げると一瞬治るんですよ、耳が。でね、唾ごっくんするとまた戻るんだけどそれまではいつも通りの聞こえ方に戻るんです。めちゃくちゃ不便でしょこれも耳鼻科行ったんだけど何にも異常なくて自律神経って言われました。でもう一つ無印で買ってきてます。ノートマンスリー、これは100円ですね。税込み100円なのすごいね普通に100均みたいな感じで110円だと思って買っちゃった。100円だって税込み。これはですね A6 文庫本サイズの32枚2年分ちょっとあるんですね。しかもこの表紙のところまで使えるっていうのが私的にはすごいツボったんだけど可愛いと思って。でこれは2年分ってことは2つ分のマンスリーが持てるってことでしょ。何に使うかっていうとこの2つをさまとめられるんですよ。これね体調をメモしているダイソーさんのマンスリーだけの手帳と、これもダイソーさんのマンスリーだけの手帳なんですけど、これは体調をメモしててこれは予定をメモしてるんですね。でこれは私がデイリーログに使ってる手帳なんですけど、マンスリーはさっきみたいにシール日記としてしかなくって予定は書いてないんですよ。だからいつもこれを持って外に行くんだけど病院行った時に次の予定いついつどうですかって言われた時に分かんないってなるんですね。そのために1日埋まってて病院に行けない日はメモっといた方がいいなと思って
これを書いてるんです。予定表。例えばロイヤルの爪切り行く日はもう一日中使えませんとかね。あと仕事で納品の日はいいけど、その前の日に私はこう転記をしているから、転記ってほぼ丸一日使うから、その日は無理ですっていうことになるので、予定、病院のためだけに予定を管理している。だからこの日お誕生日とかは書いてないんですけど、別に誕生日でも病院行けるからね。その日に自分が動けない日っていうのをこれにメモってます。でこれ1年分かける2だから、これ1冊でできるじゃんって思って、100円じゃんって思って買ってきました。ちょっとねこれ書き写したりする作業は生まれるんだけど、 A6 ってことは文庫本サイズでしょ。あ、ちょいでかいぞ。大丈夫か。切らなきゃダメかも。あ、切らなきゃダメですね。切らないと入らない。挟むだけならいけるけど、挟むだけで持ちたくないな。ここに入れたいんだよな。ここに切りますか。こっちで入れとくとね、書くときにちょっと書きづらいし、こっちの方がまだほら平らになるからね、書きやすいんですよね。さあ切りましょう。あ、ちょっとドンってやって傷ついたんじゃないの。こっちの表紙だけでいいんだよね。よ、上だけってわけにもいかないかな。最近ちょっとストレスが溜まっていて、耳がこんな感じになっておりますけど、しんどいしんどいな。ちょっと今日だからゆるゆるな感じでお届けします。表紙だけちょっと切りました。これで入れとけばちょっとまだ入んないんじゃないの、きつい。これで入れとけば2冊分の予定管理と体調管理ができます。幅大丈夫かな。横の幅、あれ結構これそんなに大きかったかしら。これね、このアレックスのハサミさ、この先っぽに全然力が入らないのよね。よいしょ。だいぶこんな感じですけど、幅いけるかな。幅はフクロウちゃんは幅広だから余裕でいけますね。よっしゃ、これでいこう。書き写すのは後で一人でやっておきます。でこれも1個出してみよう。スニーカーちゃんに。もう耳がすごい話しにくい。これなったことある人いるかな。本当にね、なった時はずっと続いてて病院行ったんだけど、治ったというか落ち着いたんですけど、疲れが溜まったりストレスが溜まったりするとね、絶対私はなるんですよね。で最近疲れてるって言ってたでしょ。もうやっぱり疲れてたんですねめっちゃ耳が変。これを習慣のところにさ、ここは今使ってるから次のところでもいいんだけど、1週間ずつ移動していけばいいんじゃないと思ってね。ちょっと折れちゃわないようにこっち側にしとこうか。でここに書いた予定を見ながらタスクを書いて、また次の週に貼ってみたいな、こんな感じで使っていこうかなと思います。1年と 1ヶ月分入っております。セリアさんなんですけど、一旦これ戻しますね。セリアさんで買ってきたものなんですけど、シール2つです。シール2つセリアさんで買ってきて、行ったセリアさんは5店舗です。しんどかったこのシール4種類出てて、SNS でも皆さん見たことあると思うんですけど、ガイアさんから出ているデザインシールにゃごころ食堂、なんか平成なんとかって書いてたな。こんな似た感じのね、可愛いシールが4種類出てるんですよ。最近出たんですけど、で釧路だから遅いだろうなと思って、出てからもう1週間2週間ぐらい経ったから、そろそろあるかなと思って行ったんですけど、これラス1これだけしかなくて、うわ1個しかないと思ってでも1個あるってことは入荷してないってことじゃないじゃないですか。だから釧路にも届いてるっていうことでないっていうことは
みんな買ってるんだと思って、それでいや希望は捨てずにと思って、大きい店舗小さい店舗含めて車で移動できそうなところ5店舗行きまして、全滅でした。他の店舗は1個もない。で私店員さんにね、このこのシリーズありますかって聞ける人じゃないんですよ。そんな私が通えばいいだけの話なんで、ないと思ってない次ない次って言って行ったんですけど、これ1個だけしかゲットできませんでした。メルカリ見たらめっちゃ転売されてるよ。すごい、これ4種類で900円とか、一番安くてそんぐらいだって。これ4種類で900円ってさ、1個200円ぐらいでしょ。送料抜いたとしてもさ、2C ロイヤーで100円の商品を200円で売ってるってことだからね。私はそういうのは許せませんだから絶対にその高くは買わない。なかったんだけど、これがあった店舗でこちらもあってね、このシリーズはもう一個学校のシリーズが、学校の柄があってね、それを買った時は学校しかなかったからもう一個あること知らなかったんですよ。で後から SNS でもう一個あるって知って、あもう一個あるんだと思って、今度出会ったら買おうって思ってて、出会ったのが今日だったので買ってきました。ジャンコード見せる。まずこちらのめっちゃ品薄品薄のやつ、こっちね、これです。デザインシールにゃごころ食堂。多分4つあるうち全部ねタイトルが違いますね。ジャンコードは分かんないけどこれでしょ。まあ似た感じのやつで4種類あるので、ガイアさんの SNS でも見てください。でこちらがもう一つが学校に対してお家ですね。かわいいよね。顔が描いてある。あケーキとコーヒーが手つないでるのめっちゃかわいい。これあるあるだよね、猫ちゃん。かわいい。はい、ジャンコードがこちらです。デザインシールハッピーヌック。これ学校のやつもハッピーヌックって書いてた気がする。お家のものに顔がついてる。ブロッコリーもいる。で今回はこの2つしかゲットできませんでした。お小遣いがねめっちゃギリギリだから、セリアさん行ったらさいろいろ展開されてるでしょ。すっごい可愛くて買おうかなって思ったものもあったんだけど、今月はもうこのシール1枚ずつ4種類買えればいいと思って、もうこれだけ。でも今日400円使っちゃったからね無印と合わせてね。そんな感じです。では手帳タイムはデイリーだけ書いていきましょう。最近ちょっと本当に疲れも溜まってて、先週から引きずってるんですけど、耳もおかしいしね、しんどいな最近ってよく思うんですよね。何がって言われてもこれがっていうことじゃないんだけど、これね今日お昼ミスド行きました。ミスド行って新作出てますよって言われたから新作食べてみたよ。新感覚エアリードーナツサクポフン。これ注文するのすごい恥ずかしくない？サクポフンのミルクシュガーだっけ、なんかそんな感じだったんだけど、ウェットティッシュ持ち歩いてるからね、これパリって開いて拭いて持ってきましたけど、こちらは、祇園辻の抹茶のポン・デ・リングの名前忘れたけどわらび餅が入ってるやつ。あんこも入ってるけどあんこ苦手な私でも食べれました。これはねもうこのままです。サクポフン。外側めっちゃ硬い、スナック菓子みたいに硬くって中は半生ぐらいの柔らかさ。美味しかったです。めっちゃ甘いんだけどお砂糖めっちゃついててさ、揚げパンみたいなお砂糖のつき方してんだけど、甘いの食べたい時にぜひ。カスタードとねミルクがあったかな。でこれはほぼ日にでも貼ろうと思って持ってきたんですけども、そう今日さ最近しんどいって話ね。これがっていうことじゃないんだけど、なんかね怪しいんだよな。私メンタル病んでたことがあるって言ったと思うんだけど、いつかいろいろその時はね若かったしいろいろ病名というか症状があったんですけど、うつ病も経験してるんですね。ちょっとねこのままいくと危ないなって思うぐらいしんどいんですよ。特に理由はないですよ。理由はないんだけど、なんでそう思うかっていうと、興味があったことに興味が薄れているっ
っていうのとか、食べるのが全然興味なくて、今夫がね健吾がご飯作ってるから食べるんだけど、もし自分一人だったら絶対食べてないと思うんでね、そういうなんか食べることに興味を持てなくなっている。で今まで楽しかったことに興味を持てなくなっているっていうのでしんどいんですよね。多分読書ができないっていうのも心に余裕がないからって言ってたけど、そういうことなんだと思います。なんかハラハラそわそわドキドキハラハラして心にゆとりがなくって文字が読めないっていう感じなんだけど、まさにそれなんじゃないかなって思ってて、で昨日ねちょっとだけ本読んだんですよ。1ページ2ページぐらいかな読んだんだけど、やっぱ楽しくてさ、本楽しいなって思えたからいいんだけどさ、そう手帳もね今手帳シーズンじゃないからかもしれないんだけど、別に新しいのが出てもふーんって思うし、システム手帳とかもねこの相棒がいるから別に興味ないみたいな感じで、ちょっとこの手帳熱がねまた秋に手帳が発売になる頃にまた楽しいってなってくれないと私の YouTube は消滅するわけで、私の興味が戻ってくるといいねっていう感じ。記録を残すのはさ楽しいからやるんだけど、手帳自体に今ねなんかこうときめきがっていう感じ、そういう落ち込みもあったりね。で今まではなんかこうしようああしようめっちゃ自分の中で悩んであっちにしようこっちにしようっていろいろやってきたじゃないですか。それもまた楽しかったんだけど、最近結構落ち着いててね、この手帳はこれを書くみたいなのが、動画に出してるのはこのデイリーがメインですけど、スニーカーとかもやっと落ち着いたし、ほぼ日とかも落ち着いたしっていうので、自分の中でもこうふーってなってるのね、手帳に関して。でわーわーわーって騒がなくなった落ち着きがあって、一段落というか、なんか落ち着きがよく言えば落ち着いてるっていう感じですね。それプラス私が日々言っている今の日本の将来への不安があり、ちょっとね鬱っぽくなってるよって話です。いや将来めっちゃ不安になんない？いやみたいな。でさ X 見てるとさ、フォローもしてないのに政治家のポストなんで見えるんだろうね。そっち系はフォローしてないんですけど見せないでほしい。それでうってなるんですよ毎回。でX たまにしんどくなるよねって言ってインスタのストーリーに逃げたりするんだけど、本当に見たくないものがいっぱい見えるなって最近思うんだよね。それでうさばらしじゃないけど、今日シール買うって言ってセリア行ったけどなくて5店舗なくてあーって言って帰ってきたところです。でなんか有名な人かどうかわかんないんだけど X で見かけたね100均のシールコレクターみたいな方がいて、多分100均のシールいっぱい全部集めてたんじゃないかな。その方がアカウントっていうか活動やめますって言ってたんですよ。でどうしてだと思って見たらね、シールと手帳に一気に興味がなくなったからって書いてて、潔すぎてフォローしようかと思った結局まだしてないんだけどさ、やめますって言ってるのにフォローしたら失礼かなと思って、こんなかっこいいやめ方あるって思って、ってかっこいいって思いました。私はまだシールは好きなので、手帳も好きだからやめないけどね。でもねX で言ったけどちょっと物を減らそうかなとは思ってます。手帳シールに限らず、手帳シールはね減らせないかな。その他のものがちょっと多いから減らしていこうかなって思う。部屋にね物が多いと全然ここ進まないけどすいませんね。部屋に物が多いと鬱っぽくなるから気をつけましょうね。これ本当に物が少ないとそうなりにくいです。これは一回ミニマリストになったらわかる。物が少ないと頭にスペースができるっていうかね、すごいスッキリするんですよね。考えもいろんなアイデア浮かぶし、めちゃくちゃ心が軽くなるんですよ。
でもさコレクターってさそうはいかないでしょ。だから私だったらシールだけはめちゃくちゃ集めるけど、その他はちょっと整理していってもいいのかなとも思ってます。手帳はね、私閉じ手帳がメインだからさ、こんなに毎日システム手帳を出してるけど、メインは閉じ手帳っていう考えだから、これ以上は別に使ってない手帳ないからね、手放したりできないんだけど、ちょっとなんかねうーってなりがちな時は物を減らしてみるといいですよ。興味があって集めてるものじゃないですよ。それはストレスになるから、他のもの、使ってないものはもちろんもう着ないかなっていう服はどんどん捨ててみるといいと思う。今日は耳がおかしすぎて声のボリュームが調節できないや。これはちょっと編集でなんとか聞きやすくします。やっぱ疲れ溜まってたんだな。2人とも多分そう。健吾も朝まで仕事っていうのが続いてたりして、口内炎めちゃくちゃあるって言ってたし、私もねこの間ゴリって噛んじゃってっていう話をしたんだけど、そこね追い噛みしたんですよ。噛むと腫れるからまた噛みやすくなるんだけど、見事にもう一回噛んじゃって腫れてるんだよね。もう最悪、お口も最悪、耳も最悪でございます。この耳ね、ほんとどうにかなんないかな。これ治んないと歌えないからね。バイタルチェック今日してないよな。今日28でしょ。今日は何も開いてないわ。でなかなか起きれないのもね、その抑うつ状態ですよ。同じ量しか薬飲んでないから、普通は6時間ぐらいで目覚めるはずなのに、もう多分現実逃避みたいな感じで寝てしまうんだろうな。仕事が今の状態で良かったです。本当に便通だけは最高ですどういうこと？これもお薬のおかげだよね多分。今日はねどっちも外食、コメダ夜だ、ミスド薬忘れ、コメダ薬今飲む。皆さんコメダ行ったら何を食べべますか？私は若い頃はでかいやつ、味噌カツサンドみたいなやつだったけど、もう無理で、もうちょっと安くて半分の量あったらいいんだけどね、もう無理で、最近はねナポリタンかビーフシチューで迷ってどっちかになります。ビーフシチューめっちゃ美味しいから一回食べてみてほしい。ビーフシチュー、チーズたっぷりのビーフシチューにフランスパンが2切れカリカリのやつついてくるんですけど、めちゃめちゃ美味しいよ。ナポリタンも美味しいんだけど、純喫茶のナポリタンの味を目指していったらちょっとだけ期待外れかもしれない。私ナポリタンめっちゃ好きな喫茶店が前住んでた家の近くにあったんですけど、潰れちゃいましたね。テーブルがさ、テーブルゲームになってる喫茶店知ってる？テーブルゲーム100円入れてさ、ダースベイダーとかできるの。そういう喫茶店があったんだけど潰れちゃった、さすがに。でね、運動歩数なんだけどね、私は3000歩1日3000歩目指してたけど、マジで3000歩厳しくてさ、2000歩に落としたわ、目標を。今日はいろいろ歩いたんで、セリア5店舗行ったんでセリア5店舗行ったんで4000歩ぐらいは歩いてたんだけど普段はね1000歩台なのよ。だから2000歩目指して、家でこう歩くやつとかあるから2000歩目指していこうかなと思ってます。普通に外で働いてる人から見たらびっくりでしょ。そう座りすぎて腰があって、今言おうとして思い出した。今ね物議を醸しておりますヘルプマークの闇アピール仕様、どう思いますか皆さん。それでも私病んでるからね。それが病んでるわみたいな。いや本当にやめてほしい。そういうファッション感覚でつける人、病んでることアピールして面白いかな。精神的な闇とかはさ、経験した人は分かってくれるんだけど、経験してない人にとってはマジで意味わかんないと思うのよ。で、うつ病
なったことある人は分かると思うけど、マジで何にもできなくなるの。起き上がるのも難しいし、歯を磨くのもお風呂入るのも、トイレに行くのはまあ頑張るけどみたいな、張ってでも行かないといけないけど何もできなくなるんですよ。でそれを健康なねうつ病になったことない人に言うと、うわ汚いってなるんですよね。だから別に私はそういうね、なんかちょっと調子が悪くてお風呂入れないとか、顔も洗えない、歯も磨けないっていうことに対しては全然偏見もなく、そういう時期あるよねって思うんだけど、早くなんか良くなるといいねっていうかさ、動けるようになるといいねって思うんだけど、本当なんだよねこれ。本当ね、信じてもらえないのがもどかしいぐらい本当に動けなくなるんですよね。身体は健康なのに動けない。でそのヘルプマークはさ、見た目が普通なのに不調がある人がつけるじゃん。それを私は病んでるんですみたいなアピールでつけられると、ちょっとあの人もアピールしてるみたいな目で見られるからさ。でやっぱ10代の人に多いらしいから、10代で本当にヘルプマークが必要でつけてる人が一番今辛い思いしてると思うんですよ。私もヘルプマーク持っててつけてるけど、おばさんだからさ別に闇アピールでつけてるとは思わないと思うんだけど、10代だとね、あの子もみたいな風に見られるから、本当に辛くてつけてる人がかわいそう。私の場合はもらったきっかけは腰痛です。一回話したことあるかな。腰椎椎間板症っていう怪我じゃないけど腰痛の症状があって、椎間板って背骨と背骨の間にここに柔らかいスポンジがあるのが、これがこうピョってこう飛び出て、この神経に触れちゃうのが椎間板ヘルニアね。腰椎椎間板症はこれがすり減ってなくなってしまうんですよ。この骨と骨がくっついた状態でこう背骨動かしてごらんなさいよ。めちゃめちゃ痛いでしょ。その状態の時に病院通ってて、もうマジでゆっくりしか歩けない、階段1段降りたらもう激痛みたいな時期にもらいました。でその時子宮筋腫も治療してなかったから、生理になると貧血がものすごくて、めまいとかして立てないぐらいになるから、それも一緒に書いとこうと思ってもらいました。バス通勤だったからね、ちょっと調子悪い時は優先席座らせてほしいなっていうのでつけてたんですけど、腰椎椎間板症ってこのねすり減ってここがすれちゃう、この時が一番痛くて、そのうちここ癒着するんだって、骨と骨が。だから2個の背骨が1個になるみたい。そうなったら痛みは軽減されるんだけど、動きがこうなるから、普通ならこうなる、こういう動きができるのがこうなるから、ちょっと動きが制限されるというか、そういう不便はあるけど痛みは軽減されるんですよ。私は今その状態で、痛みはだいぶ、あの時は10だとしたら今ね3ぐらいまで落ちてるんですけど、動きがゆっくりというかね、瞬発で動けない。だからやばい走れって言われた時に走れないんですよ。だから何かがあって逃げなきゃいけないとかになった時に私は走れない。でここさ運転マナーがちょっとあれなんで、横断歩道を渡ってるとすごい車に煽られるんですよ。はよ渡れやみたいな、めちゃくちゃ近くまで来るからね、走れや横断歩道みたいな顔を車がしてるの。だからみんな横断歩道走っちゃうんだけど、私走れないから、わざとそれを見えるようにして歩いてる。私ヘルプマークついてるからせかさないでくださいと、走れないんですっていうアピールをアピールしてんじゃねえか、そこでせかさないでっていう意味を込めてつけてる。でね、この間美容室行ったらさ、その美容室のお兄さんにさ、これなんでつけてんのって言われたんですよ。どっか悪いのみたいな。それ初めて聞かれたと思って、じゃあ口に出して聞いてくる人いるんだと思ったんだけど、そこで私は腰痛がすごいんですっていう話をしたのね。で、あ、そうなんだって。実際美容室ってさ、座って髪洗うんでこっち来てくださいとかさ言って、髪洗う時の椅子で横にさせられるでしょ。で
ウィーン終わりましたってウィーンって縦にさせられて、じゃあこちらどうぞっていう時のあそこが一番ピークに痛いんですよ。歯医者もそう、歯医者も椅子寝かされて痛かったら手挙げてくださいって言われたら今です、今が痛いんですよ腰がっていう歯じゃない、歯は痛くないけど腰がっていう感じなんですけど、この動きがマジで辛くて、で腰が痛いんですって答えたんですよ。でこれとなんでつけてるのって言われてすぐ答えられない人はつける必要ないんじゃないかなって思うんです。そういう愚痴です語りすぎてこっから進まんわな。今日は、ね、眠気あったな。車に乗ってる時、車の中で眠かった。よし、そうなんか心に余裕がないからこういうタスクもね全然かけてないんだけど、昨日の夜中に頑張って今週の5月の123まで入れました。手帳の中にね4月の30までしかなかったの。もう今週5月が来るから入れないとっていうことで入れました。4月28日火曜日、合ってますか？次いつリベンジしようかな。セリア全然見えてなかった、29日分。はいはいはい。あ編集まだなのにつけちゃった。14時。デイリーデコだけして終わろうかな。今日の天気曇り晴れ、12度の2度。今日は何の日ですか？今日はサンフランシスコ講和記念日。日本が独立を回復した大きな節目。なかなかでかいな。象の日。日本で初めて象が公開された日。象。庭の日。良い庭。象の日。象って優しいよね。象の日なんかありそうだけどな。あれ、私なんかあんまり動物園系の動物さんたちいなかったっけ？いたちゃんといるじゃん、ゾウさん。これしかないかな。ゾウさん。こういう時に水彩使えばいいのにな。ゾウさん。ゾウさんの割に木がでかかったわ。まあいいか。あとめっちゃ余ってる木があったよね。これ木どの色がいいかな。これね、どこから剥がれるかすごいわかんないんですよね。ほら、これも剥がれる。これは剥がれないの。これは剥がれない。めっちゃいいね。今日はデコだけ良くないめっちゃ良くない？ちょっと象の日だけ書いとこうか。なんで象なのってなっちゃう。象の日。あとは後で書きます。めっちゃ気に入ったんだけど、かわいいかわいいです。自画自賛。ってなっててもさ、こうやってやっぱ手帳を書き出すとさ元気になるよねこれを撮影させてくれる皆さんのおかげです。ありがとうございます。ではここ出しとこう。これも出してこんな感じ。これもよかったら食べてみてね。ミスド新作。はい、ということで今回は、購入品紹介、無印良品さんとセリアさんの購入品をちょっとだけ紹介してから手帳タイムと私の愚痴を聞いていただきました。ありがとうございます。ちょっともういいわみたいになっちゃったらごめんなさいね。
では最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。